こんにちは。今、学校で撮ってて、誰かが入ってくる可能性があるからめちゃくちゃ怖い。気まずい、入ってこれたら。でね、今日は、いろいろ撮りたい動画いっぱいあるんだけど、初めに何やろうかなと思った時に、やっぱりメンタルヘルスの投稿が、この投稿が結構好評だったし、私もこのトピックはみんなと話したいし、このトピックはいつ話してもいつ思い出してもためになると思うから、この YouTube にも残したいなと思って、なんか近くね、自分残したいなと思って撮ってます。カメラの位置高くした。はい。でね、まずメンタルヘルスを健康に保つ方法を5個紹介するのと、私のメンタルヘルスに対する考え方をちょっとお話しします。このインスタグラムのポストを見たことない子のためにも一回話すんだけど、まずメンタルヘルスっていうのは何かっていう、日本でメンタルヘルスについて話される機会ってあんまりないと思うの。学校でも話したことあるかな？私はあんま覚えてなくて、だからなんか私は海外ドラマとか海外のアーティストとかがすごい好きだから、彼らはすっごい言及してくれるの。それで結構私も知りたいと思ったし、自分で調べるようになったし、本とかも読んだりして知識を深めようって思ってて、メンタルヘルスについて説明するね。メンタルヘルスとは心の健康のこと、そのまんまなんだけど、悪化しても自分では気づかないんだよね。なんか自分でやろうと思ってなってるわけじゃなくて、気づかないうちに自然になっていくことが多いから、悪化は自分では気づかないの。だからもし自分の苦しいこととか悩んでることとか誰かに話さなかったりしたら、多分悪化してても自分で気づかないんだよね。だからそれがちょっと危ないところ。心の健康は目に見えないから、自分で適切に対応していかないとどんどん悪くなっていっちゃうっていうのもメンタルヘルスの特徴です。だから私はそのメンタルヘルスの特徴を知ってるから、自分の心の健康と向き合って、自分が今どう思ってるかなとか、私なんでこんな悲しいんだろうとか、なんでこんな気持ちになってるんだろうとかを、そういう感情に陥った時に考えるようにしてる。私はこうやられた時にこう感じるんだとか、こうされたらこう感じるんだとかを自分で分かるようになってくるじゃん。そしたら自分のアイデンティティが形成されていく気がするの。一回なんでこう思ったんだろうってちょっと考えたら、自分のことが結構分かってくるかもしれない。この投稿でもすっごい伝えたかったことなんだけど、休むことって本当に大事なの。休んでるみんなで、私にも言いたいんだけど、休むことってマジで大事っていうのを、本当にこの動画を見た子にはもうそれだけでもいいから覚えててほしい。日本ってさ、一番特徴的なやつだったら学校の皆勤賞あるじゃん。皆勤賞って学校休まなかった人がだけが取れる賞じゃない？それって結構残酷だなって思ってて、休まないのがいいって言ってるようなもんじゃん。しかもさ、子供の頃からそれやられてたらさ、もう休んだら悪いみたいになるじゃん。それ当たり前だよねと思ってて、でも私はその考え方はしてなくて、皆勤賞は一度も取ったことないし、取ろうとも思ったことないし、皆勤賞取れてる子がいいとか悪いとかはもう思ったことなくて、その賞自体もよくわからない。私は皆勤賞があることで、子供の頃から休むイコール悪っていう考え方にみんななってると思うね。それで子供の頃に休んだら、同級生とかからさ、ずる休みだとか言われるじゃん。あれマジで何って感じで、ずる休みお前知ってんの？私が休んだ理由って感じだし、でも言うじゃん子供って。だからずる休みとかいう言葉も嫌いだし、そういう考え方はやんないでほしいなと思う。だから私の考え方では、ずる休みなんて存在しないと思うし、休むときは絶対休むべき。だから自分が休みたいと思ったら、言葉にはできなくても休みたい理由が必ずあると思うし、そもそも休みたいっていう気持ちが理由だと思うのね。他人にずる休みとか言われて学校行くとか、そういうことはしなくていいと思う。自分で休みたい時に休むべきだし、
そういうのは自分で決めるべきだと思う。で、心の合図を大切にしましょうっていうこと。何か感じた時に自分はなんでこう思ったんだろうっていう風に考えるってことと一緒で、休みたいと思ったら休むべきだと思います。人かと思ったら鳥だった。まあ学校行かなきゃいけないこともあるけど、たまには休んでいいのよ、本当に。私も単位やばいから行ってるけど、でもたまに休んじゃうし、でもそれでいいと思う。休む時も必要だから、みんな休んで。だから絶対みんな休んでほしい。休んでください。お願いします。はい。次にね、その5個のメンタルを健康に保つ5つの方法を1つずつ解説していきます。まず1つ目は外に出るは本当に大事って私はめっちゃ思ったの。なんでかっていうとね、8月からね絵を描き始めたんだけど、もうね、描き始めた頃って勢いが止まんなくて、もう描きたいってなってて、もうずーっと家で描いてたので、それでもうなんか1週間くらいは言い過ぎた、3日くらい家に出ないでずっと家でお絵描きしてた時期とかあって、本当になんか家にいると景色も変わらないし服も変わらないし、なんか考え方が凝り固まるっていうか、なんて言うんだろう、なんかね、悪循環、なんか考えすぎちゃう、家にいすぎると。あと太陽も浴びてないし、私暗い部屋が好きだから、暗い部屋で音楽流しながら一人ずっと絵描いてて大丈夫みたいな感じだったから、友達にも会ってないし、だから外に出てみたの一回、本当にリフレッシュだった。まあ、当たり前だと思うじゃん。でもみんなやってないと思う。やってない、私だけなのかな、わかんないけど、外には絶対出た方がいいと思う。メラトニンだっけ、メラトニンだよね。セロトニンをたくさん浴びて、太陽をいっぱい浴びて、太陽を浴びたらすっごいリフレッシュされるし、空気も今ねちょっと寒いから散歩するのにちょうどいいと思うから、みんなねリフレッシュするためにも一回ちょっとだけは散歩するとか、ちょっと外に出るとか、なんかコンビニ行ってお菓子買うとか、パン屋行くとか、なんでもいいんだけど、理由なくてもいいかな。ちょっと外に出るだけでもすごいリフレッシュになると思うから、出た方がいい、みんな。外に出ましょう。はい。2つ目はお水を飲むことです。お水を飲むって何みたいな思うじゃん。私も思ってたのだけどね、マジでいい。なんか私水飲むのあんま好きじゃないっていうか、水がなかったら別に飲まなくていいのね。健康悪くなったっていうか、水飲んだ方がいいんだよ絶対。ちょっとね、なんかいろいろ調べたんだけど、そういう研究結果もあったの。それをちょっとみんな調べてほしいんだけど、でも私は今タピオカ飲んでんだけどね、これ試食って感じでタピオカ飲んでんだけど、でもお水も飲んだ方がいい。なんかね、お茶とかじゃなくてお水がいいらしい。で、お水を飲んだらいいことは、まず体がすごい循環して便通も良くなるし、健康的にすごくいい、超いいし、2個目、痩せる、マジで痩せる、ダイエットに超いい。なんかみんな2リットルのお水飲んでとか言うじゃん。私もなんでとか思ってたんだけど、飲んだ方がいい。でね、水ね、なんか水飲むの嫌いな人もいると思うんだけど、そういう人は、私はなんかフレーバーつける、なんかミントとかレモンとか入れてデトックスウォーターみたいなの作ったりしたら飲みやすいし、お水だし、見た目も可愛いし、気分上がるから、デトックスウォーター結構いいと思う。でも私はストロー。私はストローでお水飲むとすごく飲みやすい。なんかストローあったらさ、なんかね、飲みやすいじゃん、こんな感じで。やばい、タピオカ食べちゃったからしゃべるな。そう、ストローあったら飲みやすいじゃん。私はステンレスの洗って使えるストロー使ってるんだけど、ストローねめっちゃいいから、みんなもなんか水飲むの難しいなと思ったらデトックスウォーター作ったりストローで飲んだりしたら結構飲めると思うからおすすめ。みんなも飲んで。3つ目は感情と向き合うこと。これはね、もうさっき散々言ったからみんなも分かってると思うんだけど、感情と向き合うことは本当に大事。なんかね、感情向き合うってすっごいめんどいじゃん。
なんで思ったのって、正解があんまりないっていうか、正解を導き出すのが結構難しいから、例えば振られた悲しいとか思った時に、まあいいやってやったらさ、スキップできるじゃん。その行為って。実質スキップしようと思えばできるから、スキップしがちなんだけど、そこで一回ちょっと家に帰ってからでもいいし、夜寝る前とかでもちょっとでもいいから、今日なんでこうなったんだろうとか思って考えてみるのすっごい大事。やっぱ自分と向き合うって超むずいの。で、それをできたら絶対成長できると思うから、なんでこう思ったんだろうとか、なんで自分はこうなんだろうっていうのを考えるのがめちゃくちゃ大事だから、本当にやってほしい。めっちゃみんなめんどくさくて飛ばしてると思うんだよね。私も飛ばしてた。考えるのめんどくさいから、本当に。なんとかなるし、もういいやってなるけど、一回考えてほしい。嬉しい時もね、悲しい時も、絶対理由があるはずなの。その理由を自分で知れたら、自分の感情もコントロールできると思うし、自分のメンタルヘルスも管理できると思う。だから、感情と向き合うのは超大事です。はい。あとね、これ言いたかったんだけど、理解してほしいっていう気持ち、みんな持ってると思うんだけど、それはね、あんま良くないかもしれない。理解されようと思って感情を変えるのってすっごい悲しいことだと思うし、自分の気持ちを変えてまで絶対そういうことじゃないと思う。だから理解されようとか思わない方がいい。私は私で、あなたはあなた、それでいいで終わりが一番いい。だから理解されようと思って自分を変えようとかいうのは良くないから、自分の気持ち、自分の芯をしっかり持ってばその考えにはならないと思うから、とりあえずマインドだけでもそういう感じにできるようにセットした方がいいかもしれない。自分を一番理解してあげることが大事。自分を理解してたら他人のことも理解できると思うしね。だからまずはじめに自分を知ることが大切です。はい。4つ目は夜に考えすぎない。私多分ってか絶対夜型なの。朝起きても午後からやる気が出てきて、で夜にかけてめちゃくちゃ書くっていう生活を超してたくらいなんだけど、夜にすごい活動的になるの。多分みんなもそうだと思うんだけど、夜に考えすぎるって本当に良くない。夜って結構暗くなる。悲しい曲とか聴きたくなるし、私悲しい曲すごい好きなの。ロードとかラーナ・デルレイとかラブとかホリーとかグレイスとかいっぱいいるじゃん。悲しい曲歌う洋楽のアーティスト。私そういう曲が本当に大好きで、特に夜にすごい聴きたくなるの。夜にそういう曲聴いてたらさ、めちゃくちゃ悲しくなりたくなるっていうか、主人公になった気分になって、悲しくなっちゃうっていうのわかる？そういう自分に酔うのもちょっと楽しいみたいな気持ちになって、夜に考えすぎることがすごいあるの。で、夜に考えるの超やめた方がいい。興奮してくる。てかいろいろ思い出してきたり、興奮したりして、メッセージとかさ、いっぱい送っちゃったりするじゃん。してないみんな。私は。って感じなんだけど。だからね、夜に追いラインとかしない方がいい。本当に朝見たらね、何ってなるから。だから夜に考えたことは朝送ろう。一回寝たら結構忘れてる。一回寝たら結構感情リセットされて、なんでこう思ったんだろうとかなるから。だから悲しい曲もあんま聞かない方がいいけど、私は聞きたいかもだけど、一回それを頭に入れといた方がいいと思う。夜に考えすぎるのは良くないです。やめてください。はい。ASMR 聞きましょう。5つ目はネットから離れる。ネットから離れるのは私もあんまりできてないんだけど、これからやりたい。やってるけど、もっとやった方がいいと思う。今ってさ、本とかテレビとかって情報が結構限られてるじゃん。わかる？一つのジャンルの情報っていうの、結構限られた情報を集中して受け取るって感じだから、あんまり疲れないと思うんだけど、インターネットってもう超溢れてるじゃん。
もう本当にうわってなる、苦しいってなるくらい情報が多くて、もうインスタグラム見て、 TikTok 見て、 YouTube 見て、 Netflix 見て、 Q10 見て、メルカリ見てみたいな、でちょっと LINE もしてみたいな、もうなんか指でさちょっとピッてやっただけでさすぐ移動できるじゃん。ネットはちょっと離れるのはすっごい大切。私はね結構絵描いてるから、あんまりずっとってやんのはあるね、あるわ、あります。はい、あるけど、でもスペースは結構保ってるつもり。ネットをなしでもできることいっぱいあると思ってて、一番初め絵を描く、これ超大切ってか、私にとってね、私にとって絵を描くことってすごいヒーリングだし気持ちがいいことだから、絵を描くことはすごいやってて。でもね、私いつも iPad で描いてるんだけど、 iPad で絵描いたらメルカリとか見ちゃうから、 iPad じゃなくて紙で描くの結構いいかも。絵の具とか色鉛筆とか、まあ、鉛筆でもいい、何でもいいんだけど、紙に書くって結構大切だと思ってて、紙に書くとテクスチャーも違うし、強弱の付け方とかも結構変わるし、何より残るじゃん。だからすごい見てても楽しいからやってみてほしい。うん。あとはストレッチとか、ストレッチしてるみんな。私最近あんましてないんだけど、ヨガとかさ YouTube に検索したら一瞬で出てくるから、5分だけ、ちょっと疲れたら5分だけ体操するとかも全然いいと思う。本当にリフレッシュになる。うん、体を動かすの結構大切。私の家から駅までと駅から学校までになんか20分くらいあるの。だからそこで結構運動してると思ってる私は。ずっと動かないのも結構良くないと思うから、なんか疲れてきたなと思ったらちょっと運動するのは結構あり。うん、運動ちょっとしよう。あとは読書。みんな本読んでないっしょ。私も読んでないんだけど最近。でもなんか私って新しい本読むっていうよりは同じ本繰り返し読むタイプだから、家に結構あんの。だからそれをたまに読んだりしてる。うん、本読んだら結構自分の感情の理解度が深まると思う。小説とかだったらいろんな主人公の感情とかわかるじゃん。ネットに触れてると活字を読む機会って超減ると思うから、学校に行ってる子は別としてね。私はデザイン学校に行ってるから大体実践なので、本読むとかないの。だから自分でその機会を作らなきゃいけないから、みんなも本はね読んだ方がいい。今度おすすめの本も紹介するねっていう感じで、今日はこの私がインスタグラムの方に投稿したメンタルヘルスを健康に保つ5つの方法と、私のメンタルヘルスに対する考えをお話ししました。みんなはねどんな感じ？病んでる？大丈夫？なんかね、自分の中で言葉にせず溜め込んじゃうと本当に良くない。でも自分であんまり気づけないからどんどん悪化していくだけになっちゃうから、この私が今紹介したことをやってほしいし、人に話すのってすごい大切だと思う。人に話すことで自分が考えもしなかった考えをくれるし、人に話すことでその話してる時間が自分の考えの整理にもつながると思うから、みんなもそれやってほしいなと思う。セラピストの方もいるし、そんないろんなどこにでもいるから、なんかセラピストにお金払うってどうなのみたいな。なんかセラピストの文化ないじゃん日本に。セラピーを受けたことないんだけど、友達とかとやってるからね。でもセラピーを受けるのもすごい大事だと思う。一回自分のメンタルヘルスを健康に保つ方法を考えてもらって、で私の紹介したやつもちょっと実践してくれればめっちゃ嬉しい。役に立ってたら嬉しいです。うん。これはね結構大切で、みんなと話したかった。なんかさ、若い子がさ、こういう話、若い子が見てるコミュニティでこういうこと話してるコンテンツってあんまないなと思って。日本だとあんまりなくない？海外だと超あるんだけど、私は結構海外のやつ見るんだけど、日本だとそういうの見てないなと思ったから、私のことを見てくれてたり応援してくれてるファンの子たちは多分10代の子もめっちゃ多いと思うし、学校なんてすっごいもうメンタルボラボラになっちゃうから。だから一回ね、私のこの投稿したインスタグラムの投稿もそうだし、この動画もちょっと疲れたなと思ったら見返してくれたら役立つかもしれない。うん、役立ってほしい。そんな感じでお話ししました。だから
あなたのメンタルヘルスを一番優先してください。他人のこと考えない。みんな自分のこと考えてるから。自分のことだけ、自分のこと一番考えよう。自分のことを一番理解できるのが自分にとって一番大切なことだと私は思ってるから、実践してほしいなって思ってる。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。あと40分後に学校あんの。結構やばい。課題終わってない。だからね、今から課題やる。じゃあバイバイ。みんなも健康大切にしてね。バイバイ。